いつもご視聴いただきましてありがとうございます。今回は沼津市の北口の徒歩圏内にあって最近少し話題になっているハンバーグ屋さんがあるとの情報を得たので早速行ってみました。場所を地図を使って説明すると、沼津駅北口から行くとすると、まずは目の前の大通りに出て利口通りに向かい、利口通りをバイパス方面へ向かって直進し、元イトーヨーカドーの手前の道を左に曲がり、150メートルぐらい進んだところに今回の目的のお店があり、今曲がってきた道がこの通りになるのですが、しばらく進んだ先にある静岡県東部総合庁舎目の前あたりのこちらの建物の1階のお店が、沼津市高島町にありますハンバーグステーキそよ風さんです。営業時間は月曜火曜は11時から15時、水木金曜日が11時から15時と17時から20時、土日祝日は11時から20時の投資営業になっております。ちなみに駐車場はありませんので、近隣の有料駐車場を利用することになりますが、通期パーキングかタイムズ高島本町を利用した場合は会計から100円引いてもらえるようです。そしてタイムズからお店までの距離感はこんな感じ。大雨じゃなければ問題ない距離感ですね。日本最強と書かれているこちらのハンバーグ、すごく楽しみです。また入り口手前にある看板にはお肉のことやスープに味変などの説明がありました。ちなみに混雑時は名前を書いてこの椅子に座って待つみたいですね。今回は行った時間は13時過ぎということもありすんなり入れました。それでは行ってみましょう。お邪魔します。店の中にも順番待ちの場所があり、1名待ちだったので椅子に座って待ってると何やら見たことある絵がたくさんありました。前回の動画でも紹介したあの方の絵ですね。そして店内にはいろんな方のサインがずらりとありました。続いて客席ですが、カウンターが4席と2名用テーブルが1つに4名用テーブルが3つの最大18名入店可能となっております。それではメニューを見てみましょう。まずはおすすめのライス、スープ、ドリンク付きのハンバーグステーキセットの 150g、200g、300g があり、18歳以下のスペシャルプライスの学割 150g セット1100円や、まだまだ食べられる方のおかわりバーグがあります。あとセットを注文した場合はライスおかわり自由だったり、ペレットの交換や割り箸やストローもスタッフさんに言えばもらえるみたいです。続いては単品の価格でハンバーグステーキの 150g は1400円、200g が1700円、300g が2500円となっており、ライスの小と中が250円、大が300円、スープが150円にドリンクは各種250円のようです。続いてはこちらのハンバーグステーキのおすすめの食べ方の紹介です。まずは何もつけず本来の味を試す。続いて岩塩ブラックペッパーで肉の味を引き立て、こだわりの手作りソースで味わい、最後に卓上サービスの味変を楽しむとのこと。続いてはアルコール類の生ビールに角ハイボール、焼酎のロックに水、炭酸、お湯、お茶、ウーロン割りがあり、その他数量限定の卵のトッピングやクラフトビールに沼津のリキュールなどがありました。卓上サービスはこんな感じ。塩、胡椒、ニンニク、わさびがあり、柚子胡椒は前の人で売り切れてしまったのか見当たりませんでした。それでは注文も完了したので料理の到着をお利口さんにして待ちます。まずはステーキソースとスープの到着です。ハンバーグステーキセットの 200g2100 円です。鉄板にはハンバーグの他に人参、ブロッコリー、ポテトが乗っており、他にはライスとドリンクにステーキソースとスープのセットとなっております。これだけのボリュームで2100円であれば安いということはありませんが、高いわけでもなく手頃な価格といった感じではないでしょうか。それではハンバーグをいただいてみたいと思います。カットして気づいたことは、ハンバーグ自体はほぼ生の状態で提供されます。これをペレットで自分の好みに焼きながらいただきます。ハンバーグを食べてみた感想としては、かなり粗挽きのお肉となっているため食感が良くとても美味しいです。もし生肉が苦手という方はよく焼きでお願いすればある程度しっかりと焼かれた状態で提供してくれるみたいです。またおすすめの食べ方のそのままも美味しいし、塩コショウも味が締まってさらに美味しくご飯が止まらなくなります。ちなみにご飯はおかわり可能とのこと。また新鮮野菜をふんだんに使ったというソースもとても美味しく、ライスのなくなる勢いが加速します。ちなみにこのソースもおかわりできるみたいです。ハンバーグと一緒にある野菜たちも美味しく、最後の味変でニンニクとわさび醤油でもいただいてみましたが、全部合わせたニンニクわさび醤油は抜群の美味しさでした。ハンバーグのおかわりをする人がいるってのも納得の美味しさでした。あとこのスープもかなり美味しく、最初から最後まで満足度の高い食事となりました。ちなみに支払い方法は現金または PayPay のみとなっておりますのでご注意ください。
あと混雑時は店内が煙ですごいことになるので、長時間ハンバーグの香りを楽しんでも問題ないという服装で行くことをお勧めします。あと会計時にショップカードをいただきました。このカードを持ってると駐車場200円引きだったり、セットのドリンク2杯目やスープのおかわり自由などのサービスが受けられるようです。再度来店時はさらにお得になっちゃいますね。今回は沼津市高島町にありますハンバーグステーキそよ風さんにお邪魔させていただきました。ハンバーグが好きな方はもちろん、超がつくほど粗挽きの美味しいハンバーグを食べてみたいという方は、ぜひこちらのそよ風さんに一度足を運ばれてみてはいかがでしょうか。それではこのまま次のお店に行きたいと思いますので、ぜひ最後までご覧ください。続いても沼津の駅北の地域にあるお店の紹介です。今から行くお店は沼津のキューバサンドとクラフトレモネードのお店として女性に大人気とのこと。場所は大通り沿いにあるのですが、車で通ると意識してないと素通りしてしまう可能性があるため、地図を使って説明しますが、歩いていくとなると若干遠いのですが、沼津駅北口から大通りに出たら利口通りに向かい、利口通りを北に向かって直進し、そよ風さんのある通りもそのまま直進、次の大通りを左折し、少し進んだ先の左側にありますこちらのお店は、沼津市高島本町にありますとんめしさんです。営業時間は火水木金曜日は11時から17時、土日祝日は10時から17時で、定休日は月曜日となっております。駐車場はお店の横に1台と、今の通りの少し先にあるローソンの横に2台あるとのことです。それでは行ってみましょう。お邪魔します。店内は明るくポップな雰囲気となっております。また店の奥の壁には何やらみんなを安心させる不思議な名言がありました。そして店内にはちょっとしたイートインスペースもあり、空いてればここでゆっくりとお食事することもできます。また壁には可愛らしいお店のイラストや最近よく見かけるあの方の絵もありました。それではメニューを見てみましょう。まずはこちらのメインとなるキューバサンドにアボカドチーズサンド、ハラペーニョサンドにプルドポークバーベキューサンド、ピーナッツチーズサンドに生ハムレモンサンドがあり、他にもご飯物も用意されてます。右側はドリンクメニューで、ソフトドリンクの他にアルコールメニューもあります。またカウンターの上にはクッキーもありました。米粉を使ったオリジナルクッキーのようです。あとやたら興味がそそられるいろいろな辛いソースも用意してくれてます。それでは注文も完了したので、料理の到着をお利口さんにして待ちます。グリルポテト600円にハラペーニョサンド1200円です。せっかくなのでおつまみメニューのグリルポテトも一緒に注文。キューバサンドはいろいろ悩んだ結果、ちょっとした刺激を求めてハラペーニョサンドにしてみました。まずはおつまみメニューのグリルポテト、味付けがよく美味しいです。今後のおつまみメニューの追加に期待です。そしてメインのハラペーニョサンドに関しては、自家製ローストポークの香りと食感がとても良く、自家製ハラペーニョとチーズも最高でとても美味しいです。またせっかくなので辛いソースも使ってみます。ちなみにこのソースは前に動画にした清水町の麹屋さんで作られているみたいです。辛いソースもよく合い、美味しさが倍増です。またせっかくなのでレモネードサワー600円もいただいてみました。すっきり爽やかでハラペーニョサンドとの相性もとても良く、このジュニパーベリーという実がよりすっきり感を演出しているみたいです。続いてはカウンターにあった米粉のクッキー200円も注文。米粉ならではの食感とココナッツの風味とチョコとのバランスが良く美味しかったです。ちなみに支払い方法は現金または PayPay のみとなってますのでご注意ください。今回は沼津市高島本町にありますとんめしさんにお邪魔させていただきました。店内でゆっくり食事やドリンクを楽しんでもいいし、時間はないけど食べたい、飲みたいというあなたのようなセレブリティのために店先でのテイクアウトもできるので、こちらの営業時間中に沼津市の北口にいることがあれば、ぜひ一度このとんめしさんに足を運ばれてみてはいかがでしょうか。いつも最後までご視聴いただきましてありがとうございます。この動画が少しでも参考になったとか面白かったと思っていただけたのであれば、チャンネル登録やグッドボタンを押してもらえたり、コメントなどいただけると嬉しいです。それではまた次回の動画でお会いしましょう。ごちそうさまでした。